こんにちは、新藤恵美子です。今日は梅の木のシャリ入れをやりたいと思います。梅の木の魅力はいくつかあると思うんですけど、やっぱ早春に咲く香りの良い花ですとか、幹肌のちょっと古い感じなんかも良いですよね。それとジンとかシャリとかいうゲームもですね、梅ととても相性が良くて、やっぱ黒くて古い幹とですね、ちょっと朽ちた感じの色とか、そういうのがあるとですね、なんかすごい雰囲気が出て良い気にグッとなると、いうところなんですけど、特に梅はですね、剪定したところとかから、うまくやったつもりでも焼けが入ったりとかコブができたりとかですね、不要な枝なんかも出てくるんですけど、そういうなんか本来あまり良くないというか、嫌味になるようなところをジンとかシャリにするとかえって魅力が増すということなんですよね。はい。ジンとかシャリとか作るのはですね、やっぱこう自然味を持たせるという意味ではとてもテクニックのいることなのかなと思うんですけど、難しいので私も毎年ちょっとずつ広げたりとか削ったりとかしてですね、前の年はちょっと気づかなかったところとかあるので、そういうのを少しずつ改善しながらシャリ彫刻とか楽しんでやっております。はい、でジンシャリ作るのの適期はですね、休眠期にやることが多いんですけど、別に成長期にやっても大丈夫です。むしろ成長期の方が比較的材は柔らかいので彫刻はしやすいのかなと思います。はい、でも改めて葉っぱがなくなってよく見ながら削るっていう意味ではやっぱり休眠期の方がゆっくりやれていいんじゃないかなと思います。でこの木はですね、甲州油梅って言って特徴は、葉っぱが比較的小葉で、葉姿もまあ良くてですね、あとなんといってもこの幹がすごい古くなると岩みたいにこうゴツゴツになってですね、すごい硬いんですよ。古さでいうととてもいい感じに古くなってるんですけど、花は全く咲かないです。全然咲かない。どっかの情報によると、20年以上咲かないっていうふうに書いてあったんで、やっぱそうかなと思うんですけど、これももう20年近く経ってるんですけど、全然咲く気配もなく、今年も、葉芽しかついていないという感じですね。はい。で今日はこの木をもう少し削り入れてみようかなというところです。私作業台っていうのがないんで、こうやってひっくり返してですね、これ知人の方からいただいたやつなんですけど、こういうのにですねバンドをこうかませて、工具使うので動かないように工夫をですね皆さんそれぞれやってると思うんですけど、でこれをひっくり返して、よし。で削るのはやりやすい道具、こういう彫刻刀もありますけど、とても硬いのでやっぱり工具使った方がいいと思います。はい、やりやすいですね。はい、よし。まずここの部分ですね、結構こういう感じで不要枝がこう不自然な感じで残ってるんで、ここを少し削り広げていこうかなと思います。こういってこれは後ろ行って少し前の方に見えるような感じですかね。はい。
よし。でこんな感じで少し今回さらに広げました。でここのちょっと赤くなってるところは生きてるところを削ったところなので、ここは早く傷を治させてあげるためにテープを巻いたり保護剤塗ったりします。今回は殺菌効果もある、ちょっと汚いですけどトップ GM ペーストを、塗りました。ちょっとねちょっと汚いですけど乾いたらですね結構ペリペリって取れますし傷が治るまでの処置なんで、もうこれでとりあえず終了という感じですね。ですでに枯れてるところは石灰溶合剤塗ってもいいんですけど、まだ新しい傷削った時は染みちゃうのでそのまま塗らないでおいて傷が治ってから化粧するという感じですね。来年は小枝作りですね。花は咲かないけど、しっかり作っていこうと思います。お疲れ様でした。